優れもん自動車用品の久世です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、カスタムヒットスピーカー取り付け、トヨタカローラアクシオ5速マニュアル。右ドアスピーカーは正常になっています。左ドアスピーカーは鳴っていません。左右の音量バランス左側に調整。左ドアスピーカー全く鳴りません。A 門の内張り剥がしセット。ドアインナーハンドルのカバーを外します。固定ビス外します。ドアグリップ外します。固定ビス外します。ビスが抜けません。マグネットピックアップツールを使います。取れました。ドア内張りのはめ込み外します。パワーウィンドウのスイッチ外します。コネクターの接続を外します。インナーハンドルとドアロックのワイヤーを外します。ドア内張り外しました。スピーカーのコネクター外します。テスト用のスピーカーです。テスト用スピーカーの配線を車両側コネクターに接続します。テスト用スピーカーは鳴りました。乾電池を使います。正常なスピーカーに電気を流します。ガサガサ音が鳴ります。左ドアスピーカーに乾電池を接続します。ガサガサ音が鳴りません。スピーカーが壊れています。スピーカーを外します。リペットを外します。ニッパーで挟みにくいのでドリルを使いました。4ミリのドリルビットがついています。ドリルでガラスを割ってしまう可能性があるので窓ガラスを閉めておきます。ドリルでリペットを飛ばします。スピーカー外れました。スピーカーの配線は切れていませんでした。パイオニアのカロッツェリアブランドカスタムフィットスピーカー F シリーズ、プラスチック製の取り付けブラケットが入っています。パッキンやビスなどの付属品です。17センチコアキシャル 2way スピーカー、17センチウーハーの真ん中に高音のツイーターがくっついています。純正スピーカーと比べるとかなり大きいマグネット。ホンダ用のブラケット。トヨタ、日産、スズキ、マツダ用ブラケット。ブラケットの裏面に防振パッキンを貼ります。ブラケットをドアに固定するビスとワッシャーです。裏側からナットを取り付けてブラケットを固定します。ブラケットとドアのネジ穴を合わせます。ビスとワッシャーを取り付け、裏側からナットを取り付けます。裏側からナットを押さえながらプラスドライバーでビスを右に回して締めます。3箇所のビスを均等に締めます。ガタつきがないか点検。変換コネクターです。スピーカー端子にプラス線とマイナス線を接続。接続アダプターと変換コネクター接続します。スピーカーの裏面に防振パッキンを貼ります。変換コネクターの配線をブラケットの切り欠きに通してスピーカーを取り付けます。ス
ピーカー固定用ビスとワッシャーです。プラスドライバーで4箇所均等に締めます。スピーカー取り付けできました。変換コネクターの配線を確認。車両側コネクターと接続します。コネクターにスポンジシートを貼り付けます。右ドアスピーカーも交換できました。ドア内張りを取り付けます。音質比較のためレコーダーで録音します。ドア内張りを取り外しデッドニングをします。スピーカーを外します。ドアアウターパネルの内側、静振材がくっついていました。スピーカーの後ろ側のパネル、パーツクリーナーで脱脂をします。防音静振材レジェットレックス、横幅約25センチ、縦幅約18センチ。ヒートガンで粘着部分を温めます。アウターパネルの内側に貼りました。レジェットレックスをアウターパネルにしっかり密着させます。次はインナーパネルのサービスホールを塞ぎます。サービスホールより少し大きめにカットします。パーツクリーナーでインナーパネルを脱脂します。ヒートガンで粘着部分を温めます。レジェットレックスをしっかり密着させます。ワイヤーが粘着部分にくっつかないように対策しました。ドア内張りの一部に出っ張りがあります。出っ張りの逃がし加工を手で押します。サービスホールカバーのビニールは再使用しました。サービスホールはすべて塞ぎました。右フロントドアもデッドニングが終わりました。ドア内張りを取り付け、音質比較の録音です。スピーカーとプラスチック製のブラケットを取り外します。カロッツェリア高音質インナーバッフル17センチスピーカー用です。細かく砕いた木材を板状に成形した MDF で作られたインナーバッフル。裏側にはスポンジが貼ってあります。付属品のパッキンと取り付けビス、プラスチック製のブラケット、MDF 製のインナーバッフル、プラスチックの軽い音、木製パネルの音がします。
ビスを取り付け、裏側からワッシャーとナットでインナーパネルにバッフルを固定します。インナーパネルとバッフルの取り付け穴を合わせます。カロッツェリアの文字が逆さまになりますが問題ありません。ビスを取り付け、裏側からワッシャーとナットで固定します。スパナなどで裏側のナットを回らないように押さえます。プラスドライバーでビスを右に回して締めます。3箇所均等に締めます。ガタつきがないか点検。バッフルの切り欠きにスピーカーケーブルを通します。左側4ミリ、右側5ミリのビスです。4ミリのビスを使います。ワッシャーを挟んでビスを少しずつ締めます。5ミリのビスを使うとバッフルが割れてしまう可能性があります。必ず4ミリのビスを使います。プラスドライバーで4箇所均等に締めます。変換コネクターの配線を確認。スピーカーの外周部分に付属のスポンジを貼ることになっていますが、今回は使いません。ドアの内張りを取り付けて録音します。スピーカーを外します。レジェットレックス部分を脱脂します。積水化学工業のレアルシルトディフュージョンです。スピーカー背面の拡散反射吸収3つの効果で音質向上。裏側には粘着剤がついています。スポンジの吸音材は水を吸収しますが、ディフュージョンは水を弾いて流れます。ヒートガンでレジェットレックスを温めます。レアルシルトディフュージョンを貼ります。窓ガラスを閉めた状態で水をかけます。ドア内部に水が侵入します。スピーカーを取り付けます。ドア内張りを取り付け録音です。
最後は A 門のスピーカー外周に貼る防音テープです。スピーカーの外周フレーム部分に防音テープを貼ります。スピーカーの音が内張りの中に漏れないようにするための防音テープです。内張りのビビリ音を防ぐ効果もあります。スピーカーの音がはっきりと聞こえるようになります。不要部分をカットします。ドアの内張りを取り付けて録音します。デッドニングで筋肉質の締まった音になったのだ。雑音は少なくなったが音量が下がった気もするのだ。 MDF インナーバッフルで重心が下がり、安っぽい音からオーディオらしい音になったのだ。レアルシルとディフュージョンはスピーカーのレスポンスが良くなり音がクリアになったのだ。防音テープは音がはっきり、輪郭がくっきり立体的になったのだ。最後にデッドニング前の状態と完成後の音質比較を聞いてほしいのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してほしいのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。